皆さん、こんにちは。日本語の旅へようこそ。この動画では、日本の文学作品を朗読しています。100年くらい前の作品が多いので、昔の言葉や難しい言葉があります。それらを簡単な言葉に変えて、聞き取りやすいようにゆっくり読みます。すぐに物語を聞きたい人は、概要欄の目次をクリックして先に進んでください。また、読むスピードが遅いと思う人は、YouTube の設定で好きな再生速度に調整してくださいね。今回の物語は、雲の十座の小説、千年後の世界です。3日連続のアップロード。今回はその3回目、最終回です。科学者の古畑は、1000年の長い冷凍睡眠実験を成功させ、ある教授と出会いました。教授は903歳。世界は体を作り変えながら生き続けられる世の中になっていたのです。今回はついに古畑助教授が施設の外に踏み出します。さて、どうなるのでしょうか。どうぞ最後までお楽しみください。3. 火星との戦争。いよいよ古畑は、棺桶から外に足を踏み出す時が来た。大地を歩くなんて1000年ぶりのことだと思うと、実に感慨無量であった。外へ出てみると、そこは掘りかけたトンネルのようなところだった。そばを見ると、一本の水鉄砲のようなものが転がっている。これは何ですか？と古畑が聞くと、これは穴を開ける機械です。土でもコンクリートでも鉄の壁でも簡単に穴が開きますわ。その洞穴になっているところ、さっき30分くらいかかって私が掘ったのよ。と驚くべきことを知多教授は言った。古畑は嘘かと思ったが、その水鉄砲みたいな機械は原子崩壊による巨大なエネルギーの放出を利用したものであると聞いて、なるほどそうかと思った。じゃあ、今、動力はすべて原子崩壊からエネルギーを取るのですね。と聞くと、教授はそうだと答えて、なんだそんな古いことを聞くのか、と言わんばかりの顔をした。洞穴から外へ出てみると、かつて科学雑誌に出ていた1000万年後の世界という絵そっくりの街が現れた。まず目についたのは、道路が縦横上下に幾百条と走っていることであった。このおびただしい数の道路には、古畑の知っている交差点が一つもなかった。どれも上下にすれ違っているので、横断する必要がなく、どこまで行っても信号で止められることはない。
さらに驚いたことは、この道路の上に自動車みたいな乗り物が一つも見えないことだ。そして人間がまるで弾丸のようにシュッシュッと走っている。その速さといったら大変なものである。ずいぶんあの人たちは走るのが速いですね。と、古畑が田舎者のようなため息を漏らすと、知多教授はまたほほほっと笑って、違いますよ、古畑さん。あれは人間が走っているのではなくて、道路が動いているのです。昔の道路はじっと動かないで、その上に自動車とか列車とかが走っていたそうですね。今の道路はいずれも皆快速で動いているのです。人間がその上に乗れば、どこまででも運んでくれます。道路が動くなんて大変な仕掛けだ。動力だけ考えてもちょっと採算が合わないし、第一資源が。と言うと、知多教授はそれを遮って、いや、今の世の中にはエネルギーはいくらでもあるのです。物質を壊せばいくらでもエネルギーは取れるのです。しかも昔とは比較にならない巨大なエネルギーなんです。そんなことは心配いりません。古畑は、なるほど、と感心した。動力の心配のいらない世の中になったのだ。人類は何という幸福な日を迎えたのだろう。そこで古畑は一つの重大な質問を知多教授に向けることを考えついた。ねえ、知多教授。今の世の中でも戦争はありますか？戦争？ええ、戦争はありますとも。そう言っているところへ、街中を突き抜けるような大きな声が響き渡った。何事か早口で喋っている。知多教授の顔が少しこわばったようだ。その大きな声が止んだところで、古畑は尋ねた。今のはどうしたというのです？あの大きな声は、やはりスピーカーから流れているのですかね？そうです。移民司令部からの知らせなんです。ある番号までの人間は、早く地上へ登って移民ロケットの前に集まれというのです。はは。するとここは地上じゃないのですか？そうですとも。地下500メートルのところですよ。地中街というわけですね。知多教授、私は地上を見たいのですが、どんな風に地上の様子が変わったかを早く知りたいのです。ダメダメ、と教授はすぐに古畑の願いを退けた。地上へは命令された人のほか出られないのです。移民は命令ですから、ああして上へ出られるのです。移民ってどこへ移民するのですか？金星へ行くんです。定期的に地球上の人類をどんどん金星へ送っています。へえ、金星。あの星の金星ですか。と、古畑はびっくりした。とうとう星へ旅行のできる日が来たのか。うまくいけば
もうあと3ヶ月のうちに地球上の人間はすっかり金星へ移ってしまいます。すると地球は空っぽになるのですか？一体それはどうしてですか？この尊い地球を捨てるなんて。あとちょうど1年経てば、地球は X 彗星と衝突してめちゃめちゃに壊れることがわかっているのです。はあ、なるほど。彗星との衝突ですか。と古畑はうなずいた。それで地球から移民する必要があるんですね。それなら金星など行かないで、地球と気候も一番よく似た火星を選ばないのはどうしたわけです？すると、知多教授は、今までにない険しい目をして、古畑を振り返りながら、こう言った。あなたも古いだけあって頭が悪いのね。今地球の人類は火星の生物と戦争しているのじゃありませんか。我々が金星移民を計画した途端に火星生物は妨害を始めたんです。だから移民ロケットも今までに 7% が金星についたばかりで、他の 93% のロケットはみんな火星生物のせいでロケットは破られ、人類は惨殺されてしまったのですよ。何しろ火星の生物の方が悪賢いのだから仕方がありません。いや、人類はもっと早く宇宙戦争に対して準備を進めておくべきだったと思いますわ。地球上の人類だけがこの広大なる宇宙で一番賢い生物だと思っていたのが大変なうぬぼれなんですからね。古畑はさっき知多教授が戦争はありますわと言った戦争はこの宇宙戦争を指していたのだと初めて気がついた。いかがでしたか？1000年後、科学技術の発展で命さえも自在に操れるようになった人間世界。しかし、そこにあったのは未知の敵の襲来と宇宙戦争の時代でした。雲野十座は1900年代前半に活動していた作家です。もし彼が冷凍睡眠で現代に目覚めたなら、2025年のこの世界は、雲野の目にはどのように映るのでしょうね。最後までお聞きくださりありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。